今日は日本で通称ペペロンチーノ、イタリアではレストランのメニューとして出ることはほとんどないカンパニア州の家庭料理ですが、別名絶望のパスタとも呼ばれており、その名の由来は貧困のどん底にあってもニンニク、オリーブオイルと唐辛子さえあればなんとかなるという意味だそうです。道理でタンパク質のない料理だなと思っていました。今日はそれを補おうとして、それが良い結果に。お楽しみに。今日はペペロンチーノ、イタリアのアーリオオリオペペロンチーノを作っていきたいと思いますね。ニンニクとオリーブオイルと唐辛子という料理ですね。パスタの茹で水ですけど、いつもでしたらこれ1袋に対して5リットル使うんですけど、今日は少なめのお湯で茹でます。3リットルに塩を約 40g、4杯入れますね。大体でいいです。パセリ洗っといたのみじん切りします。はい。この乾燥させておきますね。ニンニクをスライスしていきます。スライスを一部やって残りをみじん切りにしちゃいます。はい、唐辛子ですね。大きさによって使う個数変えてください。お好みで辛くしたい場合は種も一緒に、そうでない場合は種は取り除きますね。適当に種を取って厳密に全部取らなくていいです。落ちたのは捨てます。唐辛子触った手で目をこすったりしないでくださいね。大変なことになります。私よくやるんですけど。オリーブオイルですね。今日はフィリッポベリーオを使います。エキストラバージンじゃないノーマルタイプのやつですね。マイルドでペペロンチーノには向いてると思います。バージンオイルは熱を通すには向いてないようですね。オリーブオイルを入れて、ニンニクを入れます。火をつけます。はい、パチパチ音がしてきたら火を弱めます。弱火にします。じっくりとニンニクの風味をオイルに出していきます。茹で汁の方に塩をたっぷり入れてますので、こちらには塩入れません。お湯が沸いてきましたので麺を入れます。少ないお湯で今日はやってますので、下に焦げつかないようにさーっと混ぜます。パスタの麺はなるべく細いもの、 1.4 ミリぐらいがいいですね。このニンニクの焦げ色なんですけど、焦げたなと思ったらもう遅いぐらいですので、少し早めに。結構今色ついてないように見えても、実際はもうついてるんですね、色がね。この辺りで唐辛子を入れていきます。でパスタの茹で汁を入れるんですけど、そこに小麦粉入れます。でよーく溶かして、パスタの茹で汁を入れます。はい、
これを少し入れて、混ぜます。乳化させるって言うんですけど、実際には乳化ではないんでしょうけど、油と水をよく混ぜます。中華料理でよくこういったとろみをつけますけど、そのアイデアから小麦粉を混ぜてみました。麺の方は固めに出しますね。固めに茹でた麺を入れていきます。よくなじませますね。ペペロンチーノはタンパク質がないので、付け添えのソーセージを一緒にここで茹でちゃいます。そしたらソーセージから味も染み出ますので、ペペロンチーノはより美味しくなります。いいですね。これで完成にしましょう。はい、火止めます。はい、パセリをかけて、ペペロンチーノの完成です。ペペロンチーノ。イタリアではパスタアーリオオリオペペロンチーノ、つまりニンニクオリーブオイル唐辛子のパスタという意味ですね。日本へ伝わったのはクッキングノートの時代以降なので、当然レシピには載っていません。ということで今回はいろんな人の動画を参考に見てみました。日本人のばかりでなく、本場イタリアのシェフたちもそれぞれ美味しそうなペペロンチーノを作っておられました。材料がシンプルなだけに作り方にはそれぞれこだわりがあって、なるほどと思うものばかりです。その中で皆さんが気にしていたのは、家庭でレストランの味を出すためにどうすればよいかという点でした。イタリアンレストランでは常にパスタ麺を茹でるお湯が用意されていて、何度も麺を茹でているので、茹で汁にパスタの小麦粉が溶け込んでまったりとろみがついているのですが、家庭ではそういうわけにもいかず、ペペロンチーノのソースが麺に絡みにくく、あっさりした味になってしまうわけです。それをどう解決するか、私が見た動画を真似するより自分で考えてみようと思い立ったのが、茹で水を普段より少なくすること。もう一つは小麦粉を片栗粉のように少量茹で汁に溶かして使うことでした。このやり方はクッキングノートの調理法を学んでいたからこそひらめいた知恵であり、本場イタリアから見れば邪道かもしれませんが、結果美味しければ何でも良いのではないでしょうか。そして家族の食事のためにタンパク質のないペペロンチーノに付け添えのソーセージを準備していたのですが、息子が使ったフライパンを洗っておらず、これじゃ焼けないじゃないかと慌ててペペロンチーノのソースに入れて茹でることにしました。それがかえってソースの味により深みを出すことができ、一石二鳥の効果となりました。調味料を工夫して解決しようというビデオもいろいろありましたが、ペペロンチーノからあまりかけ離れてもそれはそれで美味しければ問題はありませんが、今回はこのくらいで収めておこうと、創作的なパスタはまた別の名前をつけていずれ挑戦したいと思います。ではまた。Nos vemos! チャオチャオ